己を燃やし世を照らせ。おお、日の本に熱き小玉が響いている。この柄よ、始まりの世にてその心を燃やせ。ずいぶんとご機嫌ね、よしてる。ああ、これでようやく義務を果たせるのだからな。神草にこの上ない生きがいを与えるという足利一門、いや世の義務を。相変わらず堅苦しいのね。さあ民草よ、灰も残さぬほどに限ろえ。それでこそこの世に生まれ落ちた意味があろう。いや、まずは手本として世自らが楽しむとしよう。ごきげんよう帝よ。信じがたくもあるが、確かにこの世の熱は増したようだ。頂きという目的があれば人はおのずと限ろうものさ。して友よ、その方は天下を求めぬのかな。私がか。あいにく触手が動かないな。興味がないか。いや、これは申し訳もないな。だがそのような陳腐なものでは私はどうにもたぎれなくてね。これでは足りぬと感じる者もまたいるか。いや、鋭い指摘だ。感謝するぞ久秀。どうだ上杉、時には穂村の世に身を置くのも悪くはなかろう。ええ、あなた様のおっしゃる通り。氷たるその方に生まれて初めての熱をくれた。これ以上に喜ばしきこともないな。恐れながら私はすでに穂村を帯びておりました。こう甲斐の虎、武田信玄と相まみえし戦、あれに勝るホテルを私は未だ知りません。そういえばその方は長らくかの優と競り合いを続けていたのだったな。好敵手、己が対というものか。それは世の知らぬ限りだ。上杉、羨ましいな。面白い。その息吹世に見せてくれ。耳色の六方。へへ、またまた俺の勝ち。くっそ、また負けた。おお、こんなところに鉄火場が。とう、しごろ来た。来てるっしょこれ。俺の一月分の給金が。たぎっているな若き友柄よ。一つ世も混ぜてほしいくらいだ。しかしこの道楽は世の奉還と関わりなき営み。世が声を上げる以前より彼らはこの熱を感じていた。よもや神はすでに各々の穂村をその身に宿していたとでも言うのか。神草の息吹か。そうだな、あの時もそうであったか。あなたの助力に心よりの感謝を捧げよう。この一段ありがたくお借りする。見ていろ魔王、私は柴田勝家。魔を滅し天下不快を成し遂げる男だ。
世が兵を貸し与える以前よりあの者はたぎり狂っていたではないか。これはどうやら認めざるを得ぬようだな。民草が必ずしも凍えきってはいなかったこと、世が感じ得ぬ熱をささやかながらもはらんでいたこと、そしてその歓喜が世には理解できぬということ。義輝様、臣下一同ここに参上つかまつりました。急な軍議と聞き及んでおりますが、何事か我らに至らぬところが。そう固くなるな。本日はその方らに知恵を貸してもらいたいのだ。なんと恐れ多いお言葉。しかし我らに知恵と申されますと、この世をより熱くするにはいかがすればよいと思う？義輝様、それは。その方はどうだ？これまで歩んできた中で最も熱くたぎった経験は何であるか申してみよ。それは無論この創世による戦の数々にございます。それはまことだな。はっ。分かった。もうよい、下がれ。信徒の問答、その無益なことよ。誰しも世を恐れ誠の答えを引き出すなどかなわぬ。答えなどまるで世自身で見出せと、そう言われているようでもある。民草の目を持たずそれを教わることすら許されぬとはな。ならば世が抱けるものはただ一つ、民を救わんとする心のみではないか。そうか、何のことはない。世は王でしかありえぬのだ。ならば友柄よ、世は主としての責務を果たそう。ただ一つの高みよりその方らを燃え上がらせよう。世は浮雲の帝足利義輝。人よ限ろえ、再び集いあの遥かなる天井を焼け。そして世の座にまで上り詰めてみせよう。若き息吹よ、運命を明日を作れ。悪いけど俺の明日はもう決まってんだ。よくぞ集った友柄よ、俺より沙汰を申し渡そう。世の前にひざまずきしその方らのごとく、この乱世敗れし者は全てを失うが定め。しかしそれではどうにも面白うない。これより万骸道楽イス取りのざれを執り行う。何やることは至極単純。今この場にて世を打ち倒し、この玉座に腰を下ろす。その者こそが新たなる日の本の王よ。よいか、この才が落ちた時を合図に今一度回れ。友柄よ、
なんともはや喜ばしい。世はまるで分かってなどいなかったのだな。そう、世は未だ全能に程遠く、故に新たなる熱を知れるのだ。信よ、上杉は今どうしている？上杉軍は現在川中島へと兵を進めております。川中島か。なるほど。上杉は今まさに対峙しているのだな。小野が追討。信よ、皆の準備を急がせよ。我らはこれより川中島へ赴く。さあ、世に見せ教えてくれ、上杉。その方が目にしていた甘美なる陽炎を。や続け。我らの天命、その流れ着く先、それは定めの地、川真中の島。よき武田、上杉、次なる領有よ。この足利義輝がうぬらの奇跡を見届けようぞ。足利湖、何故この地に？お主が招いたわけではなさそうじゃのう、軍師。張り抜く、張り抜く。行くぞ、友よ。怪我した奴はさっさと引け。命令だぜ。これは恥じるばかり。行け雪室、立ち上ること恋のごとく。恋は滝を登りキツツキとなれる。東の抑えは私に一任されていたはず。何事か兵を差し向けるほどの大事な。案ずるな、上杉。世はただ見たいだけだ。心躍る競り合いとやらをな。甲斐の虎との戦は今や瞬時に世に名だたる足利公とて汚すことは叶いません。その方にそこまで言わせるか。言いたるものとは実に奥深いな。戦にやりすぎなんていうもんはないんだぜ。追い求め手に入れよ、確固たる己自身を。はは機会を待ち蓄えてきたこの力と思い、この決戦で出し尽くすのだ。なんてことだ。私が遅かったばかりに。あんたは上杉型だろ。2対1かよ。これは随分と抜け目のないことで。何、世の火星程度で揺らぐその方らでもあるまい。ところで影の友、その方にもついたる相手はいるのだろう。さあね、忍びにいていいのはせいぜい商売敵か宿敵さ。その方からも世の知らぬ熱を感じたのだ。分身のある水の何たるかは知らぬようじゃ。薄いと言われては返す言葉もないな。しかし世を前にしてのその短力、さすがは上杉の友よ。このわしが見ておるぞ。承知さま。風林火山、いずれにてほふられるが望みか。今はただ神戸を垂れましょう。核に見苦しく白切ならざる戦など。人のもとに着いた以上、俺もまたやむなき。
やはりお主には似合わぬ道よ、軍師。それに言って先行ってて。その方らが門百のものであったとは思いたくないが、友よ、士気は増えてか。余が指南してもよいが。いかぬ、兵をぶつけるだけ損ずるか。ありゃりゃ、勘弁してよ。万夫不当だと？そのようなものまやかしだ。神より先に死ぬるが武士。安らかに眠れ。憂いのもとは上杉殿、お覚悟。それがしを踏み台にした。そこでお休みなさい、ひな鳥よ。いざ虎の巣へ。はっ。おお、確かあの若武者は竜の友のついだったか。義輝様こそ至高、義輝様こそ珠玉よ。最後の時まで熱く。凍てつく氷のごときたち、この時を待ちわびたぞ、謙信。魂の熱きは檜山のごとく。私もお待ちしておりました。信玄お見えになりましたか、足利公。足利のわしらの立ち会いに果たして何を望む。竜に及ばずついたる者の尊さよ。世は長らくただ一つの席にのみ座していた男ゆえに、その方らごとき対というものがよくわからんのだ。陰のごとくに尻がたきか。神に座すようなればそれも無理からぬことかの。軍神よ、お主の主ごと叩き伏せても構わぬのじゃな。ええ、足利公も覚悟は決めておいででしその通りだ。さあ、そのほてりをこの身に浴びせてくれ。わずかにほつれし我らが祝えぬ。その元凶も交えるはむしろ必然か。三条の糸が織りなすし合い、これもまた行く末としてはふさわしき。これが友たちの響き合いか。いや、しかし行くぞ謙信。いざ信玄。これはいずかへ。両雄稀に見る大一番であった。しかしその中においてなお世には答えらしきものは見出せなかったのだが、この胸にうずきが生じたのもまた事実。今一歩を学ぶため世は集めてみようと思う。その方らと同じ強く響き合うついたる者たちよ。感謝するぞ友よ。その方らは
世に新たなる熱を与えてくれた。さて秦よ、各地の状況はどうなっているかな。は、目につくものと申しますと、豊臣と徳川に開戦の兆しが見受けられまする。ほう、徳川か。以前に上杉が東証と申していた男だったな。うん、世も時として雲の上などとささやかれるが、同じ陽光であれば似通うものもあるのではないかな。果たしてかの者に好敵手の影があるや否や、それを確かめてみるもまた一興か。全軍二つ引両を掲げよ。足利の名のもとに三河徳川へと申請する。はは。じゃあ続け。なるほど、覇王こそが好敵手か。陽光のごとき絆の友よ。秀吉様、あなた様を支援する許可をどうか私に。黒金の雨よ、降り注げ。豊臣にあだなす罪を流し清めろ。始めやがったか。おお、石田三成、刃の者の家臣。家康、奴には力が必要だったのだろう。だからこそ豊臣として生き続けるべきだったのだ。妙なる者に向ける心、どうやらあの者こそが絆の対であるようだな。なぜ人は裏切る、なぜ人は見限る。答えろ教祖壁。悲壮という名の熱か。それもまた愛おしい。あいつは力のその先を求めてた。こうなっちまったのもどうしようもねえ必然だ。友情か。それもまた世には実感の湧かぬ熱だ。絆、それが最も強い力だとわしは信じている。あなたを倒し絆の力で世を滑る、それがわしの答えだ。貴様を砕きに来たのだ。望むところよ。うん、あの拳の技、世も取り入れてみるべきかな。暁丸、動け。暁丸、なぜ動かん。何が天下創生の御事乗りだ。しゃらくせ。おお、その方は毛利のついたるものか。日の光を受け清くきらめく大海原か。お呼びじゃねえ。突っ込んでる。下がれ。腐った世にそそのかされし愚か者ども。俺が認めたあいつはよ、大海原みてえに広すぎんのよ。私が許可する家康は豊臣で息吹くそれのみだ。やるども、そこらの守備は任せたぜ。心得ました。我が左腕にて刃を狩る。民よ、我に屈せよ。気づくのだ。内瀬氏王朝に代わる新たな拠り所を。お前が見せる力か絆か別の何か。婦人を見ればその意欲も知れようものだ。瞳にそのものだけを映すゆえに好敵手か。宣誓します秀吉様。この鋼鉄をも食い破り
必ずやおそばにたどり着くと。地の利はこっちにある。ここで勝って決めるんだ。足利陣営に下ったのは正解だったようだ。出番だ。主人公これまで耐えた時間こそが俺たちの力だ。無敵の名を言ってみろ。そう、名を金継ぐだ。お前も無敵。見たか。俺は皆から愛されて。ならばこれではどうかな。早いな友よ。長継友よ、急ぐがよい。その方の主に大きな不幸が訪れようとしているぞ。貴様、今すぐにその虚言を正し、そしていいね。貴様の心の強度、拳ごと砕いてやるわ。絆も情けず弱さなどではないんだ秀吉殿。敵もまた随分と震えておる。義輝様相手では無理もないが。遠目に見ただけで足がすくむ。これが検定ってやつか。この陣はもうダメだ。一旦引かねえと総崩れだぞ。拙者も負けてはおられませぬ。大丈夫ですかい。さあ、俺の肩に捕まって。弱気になるな。それがしよ、主を信じるのだ。門がバカだ。上憑依するほどの絆。足利の身を足らんことただがむしゃらに求めんとするこの心地。なるほど、たまらぬな。先でが溺れるわけだ。この戦の以前よりすでに定まっていた結末よ。ひねり潰されるには潰されるだけの理由があろう。一人の武人として同型の念を抱かずにはおれませぬ。一つや二つじゃ怒りは上がらねえぜ。ダメだ。門がもう持たぬ。不手際を晒すな友よ。世を悲しませないでくれ。
間もなく決着も近いが、最後に荷を出すのはおそらく。もっともっと束になってかかってきな。我らも続きますゆえお進みくだされ。やあ両友、ごきげんよう。久秀に学んだ挨拶だが、少し場違いであったかな。バカな、あなたは義輝公。家康、貴様。秀吉様が倒れてもなお家康に加勢し、私に刃を向けるか。ああ落ち着け、間がすぐ友よ。覇王には未だ息があるぞ。だと貴様、そこをどけ。秀吉様、秀吉様。ただ適切な処置をせねばじきに息絶えるであろう。世の御所へ戻ればそれも叶うが、どうする。頼む、秀吉様にこのお方に必要な術を施してくれ。よし、間がすぐ友よ。ならば世の陣幕へと下るがいい。その方の身柄と引き換えに主の命は保証しよう。義輝公、何を。私の存在など隋の駅までくれてやる。だから頼む、秀吉様を。待て、ダメだ三成。黙れ。秀吉様を傷つけた貴様がどの面下げて私を止めようというんだ。まったくもってその通りだな。他でもないその方に何かを言う資格はなかろう。ならばせめて義輝公、このわしも共に付き従わせてほしい。ふざけるな家康。貴様はどこまで私を愚弄する。しかしまるで訳がわからないな友よ。自ら貶めた敵のために大義を捨て去ろうとは、その方にとって創生とはその程度のものであったのか。今のわしには返す言葉も。家康、貴様。おっと、殺し合いは禁じ手だぞ。今のその方らは世の所有物に他ならぬのだからな。まあそのような険しい顔をするな。天を見よ。世によってかき乱されたあの雲。あれこそまさに時代の空ではないか。なればこそ時代の地が存在するのもまた道理。さあ向かおうか、時代の真なる戦場へと。続け。
今この場こそ歴史の真。おお、こちらは好敵手同士、肩を並べ競い合う。こういった方もまたあり得るのだな。足利公、川中島の戦を怪我しただけでは飽き足らず。気を散らすんじゃねえ真田幸村。おっさんどもの考えなんざ知ったこっちゃねえ。俺は必ず立ち上がる。我が二層地に突き立てる。どうだ。つまらぬ計りごとが貴様などになし得ようものか。色へ。無我広い。無我広い。示す定めの旋盤よ。魔の友よ、歴史の渦に消えるがその方の定めだ。おのれ足利拉致外なる人間ごときが。天聖宝冠をなし、世は熱き時代を作った。民草のすべてに熱き息吹を与えてみせた。それはまさに対なる者が互いに燃えたけり合える場を提供したことに他ならん。そして今世はその対なる者たちを手に入れた。さあ対なる友柄よ、世と戦え。その身が塵と化するまで。そして学ばせてくれ。向かい相手のみ輝く熱き心を。世を覆すはたやすく、治めるもまた他愛なく。しかし友にも対にもなれぬ。友よ、覚えておけ。王とはこういうものだ。時代を巡りし友柄よ、願わくば世のごとき王道など歩んではくれるな。世は一人だ。さみだれは梅雨か涙かホトトギス。我が名を上げよ雲の上まで。